自民党の総裁選挙が終わりましたよね。アメリカ国内大統領選挙のバタバタの中で正直にほとんど報道されてないですね。報道されているところからをいろいろピックアップして、自分の意見を含めてその結果についてお話しさせてください。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いします。改めて石破茂さん、おめでとうございます。ご存知の通り、アメリカの大統領選挙はあと30何日しかないからと思うんですが、日本の自民党の総裁選挙についてあんまりニュースになってないですよね。FOX 見たり、他の放送局見てる中でテレビではあんまり出てこないんですが、オンラインで、そして新聞、オンラインの新聞などでは報道されていることがあるんですが、日本好きなアメリカ人として一つ言えるのは、昔から面白いなと思ったのは、日本の総理大臣がよく変わるんですよね。アメリカ人として4年に1回選挙があるということなんだけど、本当に80年代から日本に興味を持って、その時からの総理大臣の人数が半端ないんですよね。すごい数になると思うんですが、アメリカでどういうふうに報道されているのか。石破さんのことをあまり知られてないアメリカの中では、結構ニュースになっているのは、本人はオタクだということですよね。電車オタク、ラーメンオタク、プラモデルオタクということが結構話題になってるんですよね。なんか魔人ブーのコスプレかコスチュームを着ている映像っていうか、その写真が結構取り上げられてるんですよね、アメリカで。どういう方なのかっていう。最終的に言った3人、小泉進次郎、そして高市早苗さん、そして石破さん。その3人の中から、アメリカのメディアから見ると、ちょうど真ん中にいた石破さんなんですよね。アメリカのニュースの報道によると、高市さんは超右寄りの方として取り上げられてるんですよね。どちらかといえば、トランプ寄りの方が高市さん。超右だというふうに報道されています。そして元リベラルなのは小泉さんだったと。その真ん中にいたのは石破さんだということで、彼の勝利になった。いろんな報道によると、オタクというのがあって、以前、防衛大臣としてミリタリーにすごい詳しい方だというふうに取り上げられています。プラモデルの好きなミリタリー、その軍事に興味のある方として、代行でプラモデルを作ったり、外国人の政治家などにプレゼントしたりとかする。自分で作ったプラモデルがあるというふうに、報道されてるんですよね。プラモデルをうまく利用して外交を行っているということまでも報道されてますよね。面白そうな、これで読むと面白そうな、日本寄りな方だなというふうにも感じました。オタクの文化とか、それもあって趣味があって面白いところ、人間らしいところがあって、それとして取り上げられている中では、日本寄りの方だということも書いてあります。どちらかといえば、今まで通りアメリカとの外交、そしてアメリカとの間の今まで通りとちょっといろいろ違ってくるんじゃないかと。一つは石破さんが提案しているのは、アジア版の NATO を作ることですよね。今のアメリカから見ると、アジア版の NATO を作ることがあんまりよろしくないことじゃないかということも報道されています。石破さんはできれば日本の自衛隊はガムまで活かして、そこでも基地を作って、そこでは共同トレーニングとか、そこのガムの基地までは作りたいということがあって、これはアメリカから見るとどうかなという心配の声も上がっています。とにかくアメリカとのその防衛関係の今までのことをいろいろ見直ししたいということがよく言われています。確かに3人のうち、高市、小泉との間に入る石破さんだと思うんですが、アメリカのメディアによって彼が過激的な
右寄りの人だというふうに報道しているところもあります。彼が選ばれたことによって、日本は国としてもっともっと右寄りの方に引っ張れるんじゃないかというふうに報道されていることもあります。彼自身は、政治家よりも普通の一般人、田舎者としてのアピールがあるんだけれども、どちらかといえば彼はもう昔から自分のお父さんも政治家だったし、彼はもう政治家の息子もバリバリ政治家だということは、アウトサイダーがあんまり政治家じゃないというアピールをしているんだけど、昔からのもう政治家のつながりだということも報道されています。あとニュースになっているのは、私は初耳だったんで知らなかったんだけど、日本会議というグループがあるそうですね。日本会議がこのマスコミの報道によって超右寄りの日本の右翼、愛国心の過激なグループのメンバーでもあることが報道されています。そのことによって日本の民主主義としてのこれからはどうかということがちょっと心配の声も書かれてありました。日本のいろいろな80年代から今日現在までの総理大臣の中で、私は特に安倍首相、安倍総理大臣を好きだったんですね。改めてご冥福をお祈りいたします。石破さんが選ばれたことによって、安倍派、高市と安倍さんはもう同じ一つとして今回選ばれた石破さんを見ると、これは安倍さんから一歩またちょっと離れた、ちょっと距離ができたということも報道されています。石破さんは安倍総理大臣とそんな仲ではなかったらしいので、今回彼が選ばれたことによって、安倍派から一歩距離ができたということも報道されています。そして結構面白く取り上げられているのは、なんか日本では珍しいのでしょうか。キリスト教の方ですよね。プロテスタントのキリスト教の信者であることが、あまりニュースにはならないことかもしれないんだけど、多分、日本ではどうでしょうかね。キリストの政治家があんまりいないのかな。それ一つのニュースにもなっています。これからのことに関しては、いろいろ考えてみると、アメリカの大統領選挙の結果次第ですよね。先日、自分もちょっと気になって、タイミング的には気になったことがあって、岸田総理大臣がちょうど日本のその自民党の総裁選の直前にアメリカに来ましたよね。バイデンと会ってお話したのはニュースに少しなったんですが、何の話をしたのか、何についてあったのか、これからのことについてと、今までもあんまりニュースになってないことが逆に不思議だなっていうところがありましたよね。私は岸田総理大臣はあんまり正直にこの2年ちょいの時間を見て、3年近くですかを見て、あんまりと私は正直にもう言わせていただきますが、これからの大統領選挙の結果次第、石破さんはどうなるのかっていうことがやっぱり考えちゃいますよね。このチャンネルを見てくださっている方がいると思うんですが、バリバリ私はトランプよりです。トランプを支持しているんですが、トランプが大統領になったら、石破さんとトランプはどうなるのか。石破さんは考えているこれから日本のためにって自分の頭にあってやらなきゃいけないなと思っていることと、トランプは考えていることで、これなるのかうまくできるのかオタクの部分がトランプにアピールできるのかラーメンもね、大好きな石破さんは、その面ではトランプとなんかうまく話ができるのか。要するに安倍さんみたいにトランプとうまく付き合いができること。ビジネスはビジネス。もちろん、アメリカンファーストと石破さんも日本ファーストでお願いします。その立場で二人でうまく話できるのか、つなぐことができるのか、いい関係ができるのか、日本好きなアメリカ人として何よりそれが願っていることです。トランプが大統領になった場合と、
日本の間のことはこれからどうなるのか、プラスになるのか、マイナス点もあるのでしょうか。それについても今度動画を取り上げますので、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。スティーブ的視点、このチャンネルにメンバーシップがあります。メンバーズプランはスティーブ的視点のこの YouTube のホームページにメンバーのところあるんで特典いっぱいあります。限定動画とバッジと絵文字とオリジナルなものいっぱいあるので、レベルが3つあるので、ぜひ見てご検討ください。そして、アメリカの選挙のちょうど前に10月26日に日本時間にオンラインのセミナーをやります。そのセミナーでこれからのアメリカの大統領選挙についてのことと、経済はどうなるのか、トランプと石破さんはどうなるのか、もしくは、ハリスと石破さんとどうなるのか、ということも含めていろいろお話しするので、そのセミナーのサインアップの方をチェックしてみてください。最後に、言いたいのは、スティーブ的視点のグッズ、オリジナルグッズいっぱいあります。ステッカーと、これからサングラスと、キャップと、いろいろ T シャツもいっぱいあります。パーカーもあるし、ところでメンバーの方にさらにディスカウントがあるから、メンバーの方をぜひチェックしてみてね。stevespov.jp と Amazon Japan にグッズがあるので、ぜひチェックしてみてください。そしていつも忘れるんだけど、YouTube 以外に Twitter、X に力を入れてます。まだまだなんですけど、皆さんはそこでのフォローもよろしくお願いします。インスタグラムは政治系よりも車関係のことをアップしているので、インスタグラムのフォローもそれぞれが @StevePOV なのでよろしくお願いいたします。まあ最終的に日本の総理大臣とアメリカの大統領、何より愛国心、自分の国のためにジャパンファースト、アメリカファースト、これは私に言わせると当たり前なことだと思っているので、石破さん、頑張って日本を指導してやってください。トランプが大統領になったら、うまく日本人らしく、侍らしく立って向き合って、いい交渉、プラスウィンウィンになるような交渉をしてみてください。これから頑張ってください。応援してます。よろしくお願いいたします。では、失礼します。